前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回は名古屋商科大学ビジネススクールよりまたまた初登場の MBA 女子がリモートにて出演してくれます。みきほちゃん、自己紹介をお願いします。はい。ただいまご紹介に預かりましたみきほと申します。私はですね、昨年の、2020年の、9月にですね、名古屋商科大学大学院のマネジメント研究科を卒業させていただきました。仕事は現在ですね、大手人材関連サービス企業にて、主に新規事業のプロジェクトなどに携わってきております。ただいまですね、実は妊娠4ヶ月ということでございました。本日はリモートにて参加をさせていただいております。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。かおるんです。今日はね、みきほちゃん主婦 MBA ということで、本当に偉い、素晴らしい、頑張って産んで。頑張って産みます。りなです。大手 IT 企業に勤めている傍ら、今はヨガが趣味で毎週ヨガに通っています。お願いします。名古屋商科大学大学院ってどんな学校なの？はい。大学の正式名称は名古屋商科大学大学院なんですけど、みんな略称でですね、名称大っていう風に呼んでいます。本部は、愛知県にございまして、私立大学なんですけれども、私は東京に在住しておりまして、丸の内に学校の教室がございまして、すごい東京駅からすぐなので、すごい通いやすく通わせていただいておりました。特徴がですね、2つあるんですけれども、まず1つは全ての授業において、ビジネスケースを教材としているケースメソッドっていうのを導入していることです。ケースメソッドとは、現実に起きた事例を用いて受講生が討論するスタイルです。毎回すごい白熱するのでですね、毎回の授業が楽しかった思い出があります。で、2つ目の特徴は、国内のビジネススクールで初めてですね、複数の、国際認証を取得している学校でございまして、通学されている方もですね、その国際認証を取ってるってことも理由で入学したっていう方も私の周りにも結構いたなという印象でした。男女比ってどれぐらいですか？最近は年々女性の比率も増加傾向にはありまして、私が通っていた去年とかですと、80人のクラスの場合はだいたい10人ぐらいいるかいないかぐらいの女性の比率でしたね。じゃあ男性の方がやっぱりちょっと圧倒的に多いかもしれない、名称大は。でもね、名称大ってね、すごいね、MBA はもちろんみんな知ってるよね。そうですね。有名だよね。もうなんか結構名門校 MBA の名門校で、確かにその国際認証っていうのでね、特に注目を浴びたなって思うんですけど、どうだろう、ケースメソッドってどういう印象？実務によった技術とか知識が得られるような印象が私はあるんですけど、どちらかというとアカデミック寄りではないような気がするんですけど、はい、おっしゃる通り、やっぱり実践的っていう形はあります。というのも、実際にビジネスの現場で起こったケースが、教材で使われているので、過去実際起こったことを我々が追体験する、自分たちがその事象の当事者だったらどういうふうに経営判断するかというようなことを皆さんで議論しながら考えを導き出していくので、そういった意味で実践要素があるかなと思います。過去の話だから、そこでこう失敗しました、そこでこう成功しましたっていうのが分かるから、すっきりはするよね。そうですね。ただその結果がこうだったって事実はありますが、それが果たして本当に正解だったか不正解だったかの答えもない世界だったりもすると思うので、我々が当事者だったらどうするのかっていう考えがありみたいな感じですかね。みきほさんはなんで MBA 取得しようと思われたんですか？きっかけはですね、マネジメントを当時してたんですけれども、役職がもう一段上がりまして、マネジメントする人数であったりですとか規模がまず大きくなったということと、それに伴って戦術だけではなくて戦略を立て戦術を立てる、かつその自分のメンバーであるマネージャーの皆さんに戦略戦術の立て方を伝えて、彼らが立てれるような状態に育成しなければならないっていう
ことも含めて自分のミッションになったので、ちょっと改めてその体系的にちゃんとビジネスを自分自身が理解して人に教えられるレベルになってないといけないなということで通おうと思いました。名称大の学費ってどんな感じなんですか？名称代はですね、MBA 課程では308万円。私が通っていたコースはエグゼクティブ MBA なんですが、こちらは328万円となっております。違いに関してはですね、エグゼクティブ MBA というのは入学する資格が10年以上のお仕事経験がないといけないであったりですとか、少し基準値が高く設けられておりまして、主に企業の幹部の方ですとか、そういった方が多く学ばれるコース内容になっております。例えばケースの内容とかもちょっと高度になったりとか、そういう違いがあるんですか？そうですね。授業の科目の必須内容が違っていたりするので、2年目になれば、各々 MBA のコース、EMBA のコース、それぞれ別のコースの授業を取ることできるんですけれども、1年目はその必須の授業の内容が少し異なっていて、MBA は新規授業だとか、イノベーションみたいな授業も多いです。学校によっていろいろね、コースがね違うから面白いよね。ちなみにみきほちゃんはなぜ名称大を選んだんですか？やっぱり一番大きかったのは実践的な勉強したいっていうのが自分の希望として強かったので、そのケースメソッドを取り扱っていて実践的な学習方法であるっていうのが大きかったのと、当時仕事が忙しくてですね、平日がなかなか夜早めに切り上げるのが難しくて、土日だけで授業通えるところっていうようなこととか立地とかをいろいろ兼ね備えて名称大を選ばせていただきました。授業は9時20分からなんですけども、9時から授業始まる前に学生同士でディスカッションする必要があるので、また皆さんいい席を取るために教室がオープンする前何十分か前に来てみんな並ぶんですね。手を挙げて発言してそれで成績がつくので、結構前の席に座れるかっていうのも大事でして、2、30分前からもう行列ができて、希望する椅子に座っていかにいい発言をできるかっていう、なのでみんなめちゃめちゃ予習してきます。へえ、面白い。やっぱ特徴がやっぱり違いますね。ちなみに旦那さんは MBA に通うってことに関して反対とかしなかったんですか？そうですね。やりたいことをやりなさいっていうスタンスでいてくれるので、いろいろな分担は偏らないように配慮しながらいろいろやっておりました。もう仕事とプライベートもね、きっちりと両立されて、今後入学してくる人たちにとってもすごい素晴らしいなって私は思います。励みになるよね。入学する前は不安いっぱいでしたけれども、今終わってみるとなんかやってやれないことはないなというか、いろんな人が助けてくれますし、なんとかなったので、本当にあの時一歩踏み出してよかったなって思いますね。素晴らしいです。ところでカオルン、みきほちゃんは今回特殊な経緯で出演してくれることになったんだって？そうなんです。今までね、チアーズチャンネルのゲストさんって例えばディナの友達だったり教授が紹介してくれたりとかで他校のゲストに出てくれてるんですけど、今回は全く知り合いではなく、実はみきほちゃんの友達で、同じ名称大のしほちゃんっていう女の子がいるんですけど、なんとこのチャンネルにラブレターくれたの。嬉しいでしょ？番組見てますと、楽しく見てますと。で、今名称大に通う学生なんですが、交流を持たせていただくことはできますか？すごい嬉しいでしょ？お話しした印象がすごいパワフルで行動的だったんですね。今日は参加できなかったんだけど、実はコメントをもらっております。カオルン、元気、皆さんこんにちは。現役名称大生の岡村翔です。旅する税理士を目指して頑張っています。この度クラウドファンディングを使って教育を広めるプロジェクトをしようと思っています。本日はスタジオに行けないけどみきほちゃん任せた。コメントありがとう。しほちゃんコメントありがとうございました。本当はね、しほちゃんね、スタジオにも来たいって言ってたんですけど、現役生かつ主婦なのでちょっと今日はね来れなかったんですけど、とてもいい名称大の MBA 女子がいるっていうことで、今回みきほちゃんを推薦してくれました。そういう素敵な機会があるよっていうことでご連絡いただいて、いやでもね、そういう人たちの積み重ねでほら認知度上がっていくからありがたいのね。嬉しいです。すごい。ここで、行動経済学を専攻されたみきほさんに代表的な消費者行動モデルについて説明をしていただきます。そもそも行動経済学ってどんな学問なの？結構
そうですね、比較的最近ですね、誕生した経済学の一つでして、経済学の数学のモデルに心理学的に観察された事実を取り入れていくっていう研究方法なんですけども、従来の経済学っていうのは人は常に合理的に動くっていうのを前提にしているのに対して、行動経済学は人は必ずしも合理的に動かないっていうのを前提にしているっていうところが従来の経済学と少し異なっているところですね。経済学と心理学を合わせた学問ということでよろしいですね。そうですね。ではここで一部ですが、行動経済学の代表的な理論解説したいと思います。それでは平均この2つどちらを選びますでしょうか。まず1、100% の確率で5万円がもらえる。次に2、50% の確率で10万円がもらえるが 50% の確率で0円になる。さあどちらでしょう。僕なら 100% の確率で5万円もらえる方を選ぶかな。どうしてそれを選びたいと思いましたか？やっぱり確実にもらった方がいいからね。なるほど。行動経済学者のダニエル・カーネマン氏とエイモス・トベルスキー氏が1979年に提唱した学説なんですけども、予想される利害額や確率などの条件によって人が意思決定するモデルの一つで、プロスペクト理論と呼ばれます。人はですね、何か利得をいただける場合にはそれを早めに確定したいという心理が働き、逆に何か損失を被る際には極力その損失を回避したいという心理的な傾向を表すというものをまとめたのがこちらのグラフになっております。だからやっぱりもらえるはずのものがもらえない方がものすごいショックが激しいということですかね。その通りです。勉強になります。それではですね、続いてもう一つご紹介ですね。サンクコスト効果っていうのをご紹介したいと思います。サンクコストはですね、埋没費用ということなんですけども、すでに支払ったお金、時間、労力などのコストを取り戻そうと思ってしまう心理効果のことを言いますね。例えばなんですけど、こんな経験ないでしょうか。飲み放題、食べ放題ってよくあると思うんですけど、ついつい元取っておこうと思ってたくさん食べ過ぎたりですとか、映画見ようと思ってチケット代を払って、映画始まったんですけど、思っていたよりも面白くなかったなと思いながらも映画が終わるまで最後まで見続けてしまう。これらもサンクコスト効果の良い例ですね。すでに支払ってしまった金銭に気を取られてしまって合理的な意思決定ができなくなってしまうっていうような事例になるので、そこを切り離して考えられると良いかなと思います。もう今言われた例全部もうそのままでございます。あとね、業務でもあるの。例えばすごい時間かけて用意したプロジェクトとか、私たちテレビ業界なんだけど、すごい許可取り大変だったり準備が大変なものがカットになったりするとものすごいショックが激しいわけですよ。で無理に使おうとしちゃったりとかした場合、それは視聴者の方が求めてないものだったりするから本末転倒ってことですよね。まさにそうですね。新規事業ですとかもお金を投資してやってきてなかなか撤退できないだったりとかもあると思いますし、それはもう割り切るしかないんだ。あらかじめ撤退ラインだとかそういったものを決めておくと回避しやすくなるというのもあるので、事前の計画も有効かもしれないです。でもあれですよね、ビジネスをする側としては、こういった消費者行動とか心理っていうのをよく理解をして、それを反則につなげるっていうことはビジネスをする上で効果的って言えますよね。奥深い学問でございますね。楽しそう。でも身近な話題でね、いいよね。みきほさんありがとうございました。ありがとうございました。次回は特別企画1000人突破スペシャルです。来週は初めてスタジオの外からお届けいたします。来週もお楽しみに。バイバイ。